こんにちは。春の日本語ポッドキャストのお時間です。皆さんお元気ですか？このチャンネルでは教科書では出てこないネイティブが使うリアルな日本語をお届けしています。少し話すスピードが速いなと感じる方は再生速度からスピードを落として聞いてみてください。他にも字幕をたくさん用意しているのでそちらも活用して最後まで楽しんでみてください。はい、ということで今日のトピックなんですが、私、憧れの人に会ってきました。憧れっていうのは、こんな人になりたいと思う気持ちのことを言います。憧れ、これは尊敬とか目標みたいなイメージなんですけど、こんな人みたいになりたいなとか、こんな人生いいなと思える、そう思える相手が憧れの人っていう風に言います。皆さん憧れの人はいますか？私はその憧れの人っていうのが、このバイリンガールのちかさんです。ツーショット撮ってきました。嬉しかったです。このバイリンガールのちかさんっていう方なんですけど、この方は日本人向けに海外で英語を使った動画を発信している YouTube のチャンネルを持っています。ちかさん、私中学生の頃からずっと見させていただいていて、英語を勉強したいなとか、あとは海外に興味を持ったきっかけがこのちかさんになります。きっかけっていうのは何かを始める理由になったことなんですけど、私にとってはその海外に興味を持つみたいなきっかけもすべてちかさんの動画でした。そうやってちかさんの動画を通して海外に興味を持って、で、私実際学生時代にはいろんな国にも行ってみて、で、今では日本のことをもっとたくさんの方に知っていただきたいなって思うようになって、この YouTube を始めました。なので、海外に興味を持つっていうそのきっかけがちかさんでした。なので、この YouTube を始めるっていうのも、正直ちかさんの影響がすごく大きいんですね。で、これからのこのチャンネルなんですけど、私は今はポッドキャストを、毎週2本くらい投稿しているんですが、今後は実際に外で、お店で何かを注文するところだったり、他にも日本人同士の会話だったり、とか、そういったそのリアルな部分も、皆さんにお届けができたらいいなと思っています。いろいろカメラとか用意してるんですけど、準備が終わったら、これからはどんどん外に出て、リアルな日本を発信していきたいなと思っています。で、まだ少し準備に時間をかかっているんですけれども、そういったところ、実際に外に出て、お店で注文してとか、友達と会話してとかも、絶対投稿していきたいなと思っているので、ぜひ楽しみに待っていてください。そして今回、その憧れのちかさんにお会いしたじゃないですか。もう本当にやばかったです。やばいっていうのがすごいとか感動とかびっくりとかいろんな言葉に使えるものなんですけど、もうやばかったです。めちゃくちゃやばかった。本人実際に前にした時に、やっぱりちかさんのこのポジティブなエネルギーとかもすごかったですし、実際ツーショットを撮らせていただいた際に少しだけお話ができたんですね。で、その時私がずっと前から見てましたとか、ちかさんが憧れで、今は YouTube 始めたんですとか、そういったお話をさせていただいたんですけど、もう本当にすごく応援していただけて、なんか、こう実際に憧れの人に会うとか、夢を叶えるみたいなのって、一個大きなステップになるかなと私思っていて、今回ちかさんのトークイベント行かせてもらったんですけど、本当にそこで、まず本人にお会いするっていうことだけでも、私の中では大きな達成感になりましたし、そのトークイベントで実際に憧れの人が目の前でどんな人生を送るかとか、あとは自分らしく生きるためにみたいなところ、等身大で語っていらっしゃるところを見て、すっごく勉強になりました。もうたくさん涙が出ました。本当にすごくいい時間だったなと思います。こういった影響を受けたりとか、誰かの話を聞いてやる気になることを刺激を受けるっていうふうに言います。私は今回ちかさんのトークイベントを見て、すごくたくさん刺激を受けて、もっと頑張ろうっていうふうに思いました。刺激をたくさん受けました。それでやっぱり思ったんですけど、この憧れを持つってすごく大切だなと思いました。皆さんにも憧れの人はいますかってさっき聞いたんですけど、憧れの人だったり、憧れの生き方とかって、一つの自分の目標になるのかなと思います。で、この憧れを持つってめちゃくちゃ大事で、やっぱり憧れこの目標っていうのがあると、行動のきっかけになるかなと思うんですね。
なのでやっぱりこう自分が目指している姿とか目指しているものがあるからこそ、自分がどう今行動しようかっていうのが分かったり、で、私もこのちかさんがいなかったら、世界に日本を届けたいと思っても、何から行動していいかが分からなかったり、思うだけでもしかしたらそこで止まってしまったかもしれないんですけど、実際にこの行動を起こしているちかさんに私は憧れたので、YouTube を始めてみようって思って、実際に皆さんにこうやって映像をお届けするようになったりだとか、こうやってアクションを起こす理由になっています。この憧れの人がいるっていうことが自分が頑張れる理由になったりだとか、自分が頑張るエネルギーになってくれたりとかするんですね。なので、こう、もっと成長したいと思える、そんな理由があることってすごく大事かなと思います。なので、この憧れを持つ、憧れの人、憧れの姿、憧れの生き方、みたいなところ、持つことがすごく大事かなと思います。ぜひ、この日本語を勉強している方たちにも、憧れの人を見つけてほしいなと思います。もし、このポッドキャストを見ている方の中でも、憧れの人がいますとかっていう方いたら、ぜひコメントで教えてください。やっぱり口に出すことも一つ人は大事なのかなと思っていて、っていうのも、こう、私今ダイエット頑張りますって言って、まだちょっとぼちゃぼちゃしてるんですけど、ダイエットしますって言ったからには、やっぱり来年までに、しっかりこう、痩せて可愛くなりたいって思いますし、その、口に出したからこそ達成しなきゃみたいなところで自分を奮い立たせる、頑張らせることができるかなと思います。ぜひぜひコメントでこんな人になりたいとか、日本語をペラペラに話せるようになりたいとか、他にも日本に旅行に行った時に日本語で注文できるようになりたいとか、あとはアニメを日本語だけで見たい、字幕なしで見たいみたいなことも一個の目標になるかなと思うんですね。ぜひぜひみんなで励まし合って一緒に頑張っていけたらいいなと思っているので、はい、コメント待ってます。で、最近私動画にコメントしていただいた中で、これすごくいいなって思ったのが、口癖の動画なんですけど、私が、ていうかさっていうのを、動画の中で言ってたと思うんですが、じゃあこれとかこれとかこれはみたいな風に質問をくださった方がいたんですね。私、コメントは全部見させてもらってますし、全部私の方でわーって返信させてもらってるので、なんかそういったところで動画にはなかったけど、これってどうなんだろうみたいな風に気になったところあれば、ぜひコメントいただけたらいいなと思ってます。私の方でもできる限り説明したり、ちょっと説明が難しいなって思ったものは、ポッドキャストで実際に解説しながらお話もできるかなと思うので、はい、なんかこうリクエストとかでも何でもいいです。皆さんと一緒にお話をしながら、このチャンネルを進めていきたいなって思うのが私の思いなので、はい、たくさんコメントお待ちしてます。はい。ということで、今日は憧れの人に会ってきましたっていうお話をしました。で、やっぱり憧れの人に会うっていうのもすごく私の中では大きな一歩になりましたし、改めてこのチャンネルをもっとたくさんの人に届けたい、頑張りたいっていう思いが強くなりました。皆さんの憧れの人だったり、憧れの生き方などあれば、ぜひ教えていただきたいです。次回のエピソードなんですけど、私実はペットを飼ってるんですね。で、そのペットについて皆さんにご紹介をしたいなと思ってます。何を飼ってるか、次の動画までにぜひぜひ予想してみてください。はい、ということで今回の動画は以上になります。また次のエピソードでお会いしましょう。またね。